メガテンのミヤとかやです。どうも初めての外 Vlog。陰キャ陰キャ。乾杯乾杯。かわいいね。何サイズ？トール。珍しいね。うん。渋谷ついてるよ。あざとい。渋谷ストリームにいます。本当はちょっといい場所があったんだけどね。そうだよ。今日ちょっと雨降ってるから。ミヤこれ名前言わない。いえいえ。ミヤこれとこれ。わかんないって。私もこれこれね。美味しそう。とこれ。これ教える気なし。結構さ、こういうマイクつけてるだけでさ、なんか大御所感じゃなくて出るね。なんかさ、YouTuber 感出るけどさ、めっちゃさ、1000人もまだ1000いてない。人いてない。でも前は50、前は65。そうだよね。65でこういうこと考えてたもんね。美味しい。うわ、初めて食べるこれ。それと迷ったけどやめた。ちょっと食べてみる？あ、いいんだ。食べてみて。玉ねぎ感強かったらやめる。うわ、玉ねぎ感ある？いや、全然ない。いただきます。うまっ。ちゃんと辛いじゃん。うまいうまい。これは安定。これ美味しい。美味しい。なんかスパイスだね、すごい。私は今人生最大に悩んでるかも。そうなんですか。はい。どういう悩みですか？どういう悩み？すべてに。確かにすべてに悩んでるかもね。恋愛は今悩んでないかも一番。あ、そっかそっか。タイミング的に良かったね。それは。よかった。今のタイミングであの人だったら苦しいね。だよね。見られるね、やっぱ。なんで撮ってんだろうって思われて。私もこのニート期間、YouTube やろうか。ニートの一日。ニート Vlog どう？ね。伸びそう。ずっと寝てんでしょ。今起きました。これだかあるかなって。これだか必要ないのか Vlog だから。今起きました。ご飯食べます。寝ます。面接行ってきました。受かりました。でもやっぱやめます。一人ね、自分に似てる人見つけたんだ。どういうこと？あらさ、一人暮らし社会不適合者みたいな。YouTube で？派遣1日目もう辞めたいです。辞めました。バイト1日目もう辞めたいです。似てる。めっちゃ似てる。仲良くなれそう。女の人？女の人。なんだろうね、そういう視聴者の人ってさ、同類っていうよりもさ、なんか頑張りたいから、やる気出すためにこういう人見るんかな。そうじゃない？とか自分の方がまだマシだなみたいな。だと思う。これ。ペアーズ？違うよ。私と一緒じゃんと思って。でもさ、やっぱこういう人って YouTuber とかメディアに出る仕事した方がいいのよ。だよね。てかそこしかない。もう生きる場所はない。別になんかさ、目立ちたいとか、人気になりたいとか、自分のビジュアルがいいと思ってるとか、そういう理由じゃなくて、もう本当に単純に世界不適合者で生きる場所がないんだよ。生きれる場所はそこしか。で、仲間を見つけるのもここしかない。そう。
この業界で生き残ってる人たち、働いてる人たちは全員社会不適合者ですって言ってた。芸能人がさ、いろいろさやらかしたりさして叩かれるじゃん、炎上するじゃん、よく YouTuber も含めて有名な人たちって、だけど社会不適合者だからそもそも、そういうやらかしをするに決まってるじゃんみたいな、そもそも普通な人たちじゃないんだよ。社会で生きれてる人たちからしたら、なんでそんなこと言うんだとか、なんでそんなことしちゃうんだとか、普通はこうだろうとか言うけど、そもそも私たちそういう普通な人たちじゃないんでみたいな。普通が違うんだよね。そうそう、だから叩かれちゃう、普通の基準がね。そう、そっち側に行けないからこっちにいるわけで、そっち側の人たちみたいにできないからそうなるわけで、1000人ってすごいのかな。すごいの。1000人、まだどの口？わかんないけど、登録者とかじゃなくて、例えばこの人、現実にいるこの人をさ100人集めるだけでしんどいじゃん。わかる？100人100人をここに集めたらすごい人になるよ。確かに。それがさ900人いるんだよね、私。すごい。こうやって被ったらどうなるのかな。いる、そういうやばいおばさん。宗教勧誘してくるおばさんさ、こういうのやってるよね。入りたい、最初は。だってさ、結局さ、かわいい。自分でさ、プロデュースとかも結局ね、つてがないとある程度です。プロデュースって洋服とかってこと？そうそう。一旦事務所入っとけば、そういうつながりができるじゃん。そうだね、業界にね。そう。何も頼れる人もいないし。そういうのがあるから私は一回入ったもんじゃんみたいな。なるほど。君たち何になろうとしてるんだろうね。マルチプレイヤー。演技は？いや、できない、多分私。笑っちゃう。合気道やります。どこで誰に道行く人に。じゃあちょうどさ、低いのと高いのじゃん。歌とか歌ったりして。歌声がね。それはさ普通に今でもできるよ。だから。やろうよ。歌ってみてやろうよ。やろう。ちゃんと練習しよう。ハモリも。兼任がするとどっちかになっちゃうからわかる。本当にわかる。シングルタスク。最近覚えたんだけど、マルチタスクの人が本当に羨ましいっていうか、本当にすごいなと思う。マルチプレイヤーはできるんだけど、タスクってなるとかける。均等に力を注げないというか、絶対どっちかが偏っちゃうんだよ。でも私もそうだよ。完璧にして燃え尽きて終わる。私ね、痩せてからね、まずここら辺もそうじゃん。目がね、ここにさ線がついてるの。本当だ。最初こっちだけだったの。ここら辺。ここら辺に。最初はこうやって二重幅だったんだけど、二重じゃなくてこの上にね、皮があるんだと思って。でもミヤも痩せて二重になったよ。そう。こっちはもともと二重だけど、ここがなんかさ、一重だった。ここ。でも幅違うもんね。そう。だからさ、なんか幅広二重みたいな感じの線だったのにさ、奥二重みたいになってきちゃうのが嫌だでさ。嫌だでさ。ねえ。顔は何？なんか、ここら辺エクボみたいになってるの。これも陥没してる。あったかな？ない気がするんだよね。なかったよね、こんなの。皮膚がたるんできてる。全体的にでもたるんでんのよ。どこ押さえてんねん。全体的にたるんでんのよ。どこ押さえてんねん。本当にたるんでんの。寄せたらあるのに。でもあれでしょ？人って痩せるとき胸から痩せちゃうんでしょ？確かに上から下だったわ。胸がある人はよ。そうかも。先に痩せるらしい。顔が最後。確かに顔がこけてから言われるようになったもん。でも初めの頃のさ、動画見たら やばいもんね、私違いすぎて。パンパンってさ。最近見た。
見た？うん。やばかった。全然違う？でもさ、あの頃覚えてない。あやのこと。ひどっ。どういうことよ。ずっと一緒にいるからさ、確かに。今のあやが、宮の中ではあやだから、その2年前とかの、あの時期を覚えてない、全然。どんな気持ちで見てたかも覚えてない、あや。その時ね、何だったんだろうな。何だったんだろうね。まあ、常に食べ物のことは考えてたな。今もじゃん。今も。考えるんだけどね、食べれないんだよね。あの頃よりも、今の方が、結構、ストレス感じてる？でも同じぐらいだと思う。食べる方に走ってたのか、食べれないくなったのかの違い。多分。あの時は食べる方に走ってた。ストレス。今は食べれないストレスになってる。ああ、なるほど。ストレスが食べれないか。はいはいはい。なるほどね。ストレスね。ゴンちゃん飲みたくなってきた。ホットないのかな、ゴンちゃん。でもさ、この顔でいないでずっと。でもさ、ゴンちゃんのホットにしたらさ、どうなの？美味しいか？美味しいんだよ。飲んだことある？ない。美味しいの。へえ。昔タピオカ屋で働いてたけどさ、ホットも美味しいの。タピオカでもふにゃふにゃになる人は嫌いだと思う。お餅みたいになるってこと？より。なんかちょっと周りのあるじゃん、まとまってんのが。あれね。ふやんふやんってなる。ああ、膜みたいなのがね。そう。ちょっとメニュー見せて。何の？ゴンちゃん。ゴンちゃん。私がいつも飲んでるやつは多分ホットないんだよな。でもミヤがいつも飲んでるやつはあるんだよ。いや、速度制限かからないのよ。無限にしてるの。一緒。でもすごい遅いね。ね。なんで？ここあれなんじゃない？渋谷って多分集まるんだよ。どうですか皆さん、このピンマイクいかがですか？これ Amazon で買いました。最近ちょっと競馬でちょっとだけほんとすごいよね。当てまして、ちょっとだけね。でそのちょっとだけをピンマイク買ってみようかなって思って。本当にすごいよ。ピンマイクをつけてるだけでちょっと YouTuber 感が増す。確かにそれはあるっていうのがいいですね。モチベが上がります。それはあるね。よくさ、振りべきでさ、のインタビューとかでさ、振りべきはこうやって持って喋ってるじゃん。それやりたいね。つけるんじゃなくて、持ってるバージョン。意味わかんない。それちょっとやりたいけど。ね、こんなのあった？マサラチャイミルクティーなんて。わかんない。やっぱフルーツティーはね、ホットない。ストレートティーしかない。でもフルーツティーもホット美味しそうだけどね。美味しそうだよね。やってくれよ。ゴンちゃんに物申す。これこのまま持って帰ってもバレないので。バレないと思う。でもいろんな人が使ったやつだよ、それ。今言う？でも私時々考えんだよね。ユーズドのコップとか可愛いのあるじゃん、結構。昔のキャラクターのとか、ディズニーの。ああいうの可愛い欲しいと思うけど、でもみんなが飲んでるよな。でも飲食店で飲んだやつも同じだよなって思って。まあだからあれでいつも行くカラオケのさ、コップだってさ、みんな使ってんだよあれ。マイクなんてもっとじゃん。そうだよ。って考える方次第だよね。考えたらきりないよね。そういう潔癖系は。だから考え方次第でいろいろ変わるじゃん。さっきもさ、この3ヶ月とかは、2ヶ月はチャンスなんだ。だからそういう風に変えてくれる相手が欲しい。恋人。私は本当に今恋人が必要だと思ってる。確かにね、恋人は無条件で好きでいてくれるからね。だって仕事頑張ってって言ってきてくれた人ミヤだけだよ。家族は何も。すごい甘やかしてくれる人が欲しいよね。もう甘いんだけどね、自分に。自分に甘いけど、どっちがいい？じゃあ、まあ、恋人ができました。で、いろいろ社会で揉まれて、もう行きたくない。もうやめたいって言うじゃん。それに対して、
こう甘やかしていいよもうじゃあもうそんな辛い思いしないでいいからもうやめなとかもう次探そうって言ってくれる人かもうちょっと頑張ろうって励ましてもうちょっと頑張って行ってみようって支えてくれる人か甘やかしてくれる人どっちがいい？結局多分私甘やかしてくれる人なんだよね。やっぱそうだよね。そうやっぱそうちょなんだ。っと頑張ろうっていう風に言ってくれる方がいいのかなと思ったけど、結局最終的に甘やかしても、そうやって言ってほしいって多分思ってるどっかで、今日さ行ったところさ面接、30代後半か40代前半、結婚はされたいんですかみたいな、それしてないですみたいな、普通そこで終わるじゃん、恋人はいますか？おすごいすごいよね、踏み込んでくるじゃん。あやをそういう目で見てるってこと？知らないけどさ、なんかそこでなんかやめた方がいいかもって思っちゃった。それがなんか引っかかったの。で恋人は関係ないじゃん。そう関係ないでしょ。社員になるあれで面接で行ったの？バイトならなおさら関係なくない？だから時止まったよね。今はいないですって。そしたらなんて？今までその社員になってきてなかったのはどういう理由なんですか？まだお若いからみたいな。でもそれに繋がんないよね、別にその話が。何なんだったろう。逆にいますって言ってたらどうなってたんだろうね。ね。何を確認したかったんだろう。だからなんかちょっと気持ち悪いと思っちゃって、その人のこと。なんか社員とかだったとしたら恋人いるって聞くのもまだわかる。恋人がいたら後々結婚するっていう可能性もあるでしょ。結婚したら子供ができるとか、そういう産休とかを後々取る可能性があるとか、そういうの考えないといけないから、社員の面接で恋人いるまで聞くのはまだわかる。100歩譲って。バイトでしょ？そう。バイトの子にそんな聞く？怖くない？それがキモいね。すごい。でも本当あれだね、あやはさ、いろんな社会を見てきてるね。社会に存在するいろんなやばい人たちをその目で見てきてるから、面白いよ。そういうのに当たるんだよね。すごい。まあ素敵なことだよね。自分のところにしか雨が降ってないっていうのも。急に素敵だよ。急に。しかもね、住んでんだって近いのね。あ、じゃあ近いですみたいな感じまで言ってきて。何？なんかだから合コンみたいな。だから私アプリだ。今アプリだみたいな人かなみたいな。出会い系であったよ。あった人かな。話してるみたいな感じだね。そう思ってやってるんじゃないその人も。気持ち悪い。そういう目っていうかそういうまあでも目的じゃないけど40代とか結構年の主婦が多い感じの職場だったからさ、もう主婦が多い会社だったら余計さ別に恋人とか結婚とか気にしなくないでしょ、余計。しかも結婚してますかの後に聞いてきたのがおかしいと思わない？確かに。結婚してますか？してません。恋人いますか？なんか今考えてもおかしいよな。何だったんだろう。どういうことなんだろう。何だったの？誰？何なの？なんだろう、そのうち結婚するから。でもそのうち結婚したら別に今受けなくね？受けないし、別にバイトだからよくね？よくね？って思っちゃうけど、なんだろう。なんか嫌だね。いや、それをやめといて正解だと思う。でも合格したんです。合格しちゃった、その場で。でね、それも言われたのね。大体面接、その日に面接受かる人はね、長く続くんだよね。キモいね。生理的に無理だと思っちゃったんだよね。だから仕事自体は良かったけど、その人と働きたくないと思っちゃって。でもよかったね、その出だしで分かって。よかった。隠れセクハラの人だったらさ、めんどくさい。甘いよね。聞かれたことありますか皆さん？秘密で答えてたらどうなってたかな。ご想像にお任せします。確かに、そう言って言えばよかった。でも衝撃的すぎて、そんなこと考えられなかった。まあ、いるっちゃいるけど、まあ、いないっちゃいないですね、みたいな。だからね、私も今、何人か候補はいますとか、言おうかなと考えたの。今頑張ってますとかさ、そこで出てきた言葉が今はいないですみたいな。でもさ、やっぱ人間ってさ、急にさ、予想してないこと聞かれるとさ、正直に言っちゃうよね。言っちゃう。ね、嘘つけないよね。嘘つけなくなっちゃうね。怖いね。
じゃあそろそろ終わる？そろそろ終わりますか？何の話したんだろうね。一旦バイチャで。バイチャー。バイチャー。バイチャー。